いっせのせこんにちは、ひまひまです。今回はですね、こんにちはじゃない。こんばんは。ということで、現在の時刻が1時48分なんですけど、12月になった。Happy birthday to you. ジングルベル、ジングルベル。というわけで今日はですね、大学についてのお悩み相談コーナーということで、インスタグラムのストーリーでめっちゃ募集したので、ちょっとそれをね、答えていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ってことで、早速やっていきたいんですけど、もうみんなお悩みだらけで、なんかめっちゃ共感できることが多かったし、なんかすごいこんなにみんな悩んでんだなって改めて思ったので、なんか少しでもの方でも支えになってくれたらいいなと思ってこの動画を撮っています。前のね、私がすごく大学受験について悩んでる動画に対してすごいたくさんコメントいただいて、DM もたくさんいただいて、皆さんのおかげで私はなんか生きてるんだなって改めて実感したというか、すごく支えられてるなって改めて思いました。本当にありがとうございます。もう全部コメント読んでるし、全部受け止めてます。本当にありがとうございます。ということで、早速いっぱい読んでいきたいと思います。はい、じゃあ一番上にあったやつ読もう。偏差値が少し低いところに行くんだけど、その学校に行ったら後輩とか周りから何か言われそう。でもさ、本当に思うんだけどね、今も正直なんか受けるんですよ。で、ランクはもちろんあるんだけど、で、第一志望がやっぱり一番偏差値が上だし、第一志望から第四志望にかけてちゃんと成績順に並んでるのね。で、第一志望が受かるかなんて正直本当にわからないし、本当に険しいというか、自信はないんです。全くないんです、今も。でも、この大学を選んでるっていうことは、何かしら自分の中に絶対いいって思った理由があるわけだし、どのランクにしても。だから今最近すごい刺さった言葉が、大先輩から言っていただいた言葉なんですけど、その道を正解にするかどうかをこれからの自分にかかってるから、行った先で全力で頑張って正解にしていけばいいし、その大学に行くってことは何かご縁があることだから絶対に。ここから自分の道は絶対新たなものが開けると思うから、自分を信じてとにかく頑張ることが大事だからって言っていただいて、いやめちゃめちゃそうだなと思って、本当にそうだから、その道を自分の正解にすればいいから、周りに何か言われるとかはもう全然気にしなくていいと思います。めっちゃわかる。やっぱりこれね、めっちゃ多い。勉強モチベの保ち方とか、やばいってこと分かってるのになんでこんなやる気が出ないのとか、本当に多いです。ひまちゃんの集中力の保ち方何とか聞かれるけど、ひまもめっちゃ集中できる日もあれば、集中できない日ももちろんあって、集中できない日はもう環境を変える、ガラッとっていうことは意識してたかもです。なんかね、本当にその日の自分の体調だったりとかによって全然違うから、家がめっちゃ勉強できる日もあるし、カフェが勉強できる日もあるし、全然違う場所が勉強できる日もあるし、人の話が頭に入ってきちゃって何も集中できない日もあるし、でもそういう時は一回割り切って、家だったら無理だったらもうカフェとかに行って一気に帰るとかした方がいいと思います。移動時間もったいないなって思うんだけど、移動時間分集中すればチャラだし、逆に移動しないで6割ぐらいの集中力でやるよりは8割7割8割9割にして集中力続かした方が効率いいと思うから、場所をこうやって見るのもいいかもしれないですね。あとは本当に適度に自分のモチベを保たないと。だから今はお昼ご飯、朝ご飯、夜ご飯を全部モチベにしてる。お昼ご飯の後にアイス食べたりとかしてますあとは結構1時間やったら休む、ちゃんと休むことを入れないと。でも集中できたら続けちゃうかも。変なとこで切らずにっていうのを意識してますね。オープンキャンパスは一人か家族か友達、誰と行くのが正解ですか？1番ですか？
なんかもちろん友達と行くのもすごいいいと思うんですけど、今は親かなって思います。やっぱ親と一緒に行くことによって、一人ももちろんいいと思うし、友達と行っても全然いいんだけど、やっぱり現実的な面、なんか文化祭とかね、学祭とかは友達と行っても全然いいと思うんですけど、例えば家から行くこの距離のとか、大学に行ってみての雰囲気だったりとかっていうのは、なかなか友達とだったらもちろんいいんだけど、なんかまあ私はね、親の方が気が使わないし、なんか回りたいとこ全部素直に回れるしっていう部分でかなとは思います。周りと比べて落ち込んだ時の気持ちに切り替え方を教えてください。これも本当にさっきもこれも多かったんだけど、周りと比べちゃうのは今も正直本当に比べてしかない。比べることで自分を下げてる。めっちゃ私なんで今ってこうなんだろうとかめっちゃ考えるのよ。めちゃくちゃ考え、今はもう人と比べるナンバーワンだと思う。で自分がもうダメだってなる。人と比べて自分の方がいいじゃんみたいなところ一回もないもん。本当に自信なくす一方だよね。なんかさ、受験ってさ、気持ちが明るくなることが一回もないんだけど、今受験期に全部暗い考えになるんだよな。人と比べて落ち込んだ時に自分を肯定してくれる人って本当にいないんですよね。だから誰かに肯定してほしいけど、肯定してもらえない時って一番辛くないですか？どうしてるかな。なんかほんと無理やり気持ち上げてるよ今は。リアルに言うとほんとポジティブになる言葉を探して言ったりとか、最近結構気づいちゃったことがあって、一個おはようストーリーを今毎日インスタのストーリーとかに上げてるんですけど、それって結構自分が言ってほしい言葉言ってるなって思って自分が言われて明るくなる言葉を言ってるな。今の自分に自分がかけてあげたい言葉言ってんだあれって思って、それで気づきましたね。でも自分は自分ってものがもう本当に一番まっすぐに自分は自分だし、自分がやりたいこととか、やりたいことが決まってないけどどうすればいいっていう質問もめちゃくちゃ多かったんですけど、なんかやりたいことが決まってなくても大学で学ぶことによって見出すっていう方法もあるだろうし、自由自在、なんか決まってないってポジティブに捉えてみるとこれからの可能性が無限大だから、大学でいろんな人と出会ってこうのびのびと考えていこうっていう、そういう考え方も一個ありなんじゃないかなって思います。でも人と比べちゃうときは本当になんか自分を肯定してくれる友達を探すとかもいいと思うし、でも私は一生懸命にやってる人が本当にかっこいいと思うから、もう頑張ってるなら比べる必要なんてないし、なんかもう生きてること自体が価値のあることだと思ってるから、もちろん自分にしかわからないものもあるだろうから、自分にしかわからないところがあるように、今自分が比べてる人にもその人にしかわからない側面もあるだろうし、だからなんか自分が自分を落ち込ませてるなってことに気づいてみると、じゃあそんなこと考えなくていいかって思うし、だからこの自分が自分を落ち込ませてるこの時間がもったいないなって思うのも大事かもしれない。今を見たら確かにもしかしたら比べた相手とかと差がもしかしたらね、自分が感じちゃってるのかもしれないけど、10年後とか20年後をこうちゃんと長く見た時にどうなってるかっていうのも考えてもいいかもしれない。逆にね、自分を落ち込ませてるの自分って気づくのも本当に大事だと思います。暴飲暴食しちゃいます。いいんだよ。いい。食べて逆に暴飲暴食してください。今も毎日アイス 2,3 個食べてるし、ほんと勉強しながらお菓子しか食べてないし、本当に体に悪いけどそれしか楽しみがないからこそ、ここもね制限したらもうダメ。大丈夫だから暴飲暴食して。はい、先に受かった人が遊んでたりすると苛立ちもしますが、寂しさがあります。わかります。今も一番辛かったのは夏休みで B リアルとか見るじゃん。苛立ちっていうかなんかってなるんだよ。やっぱり本当になる。めっちゃ悔しいのが、この時期って学校のカウントダウンとかももう正直わかんなくないですか？学校だとちょっとね悲しいって言ってる方たちいっぱいいるじゃないですか。別にその方たちを否定してるとかそういうことじゃなくて、こっちはさ、学校もあと何日だねって考えてる、高校に今目を向けてる暇がないっていうか、今はそうだったな。
高校残り何日をね楽しみたいわけ。めちゃくちゃ噛み締めたいの。なのになんか大学受験が邪魔してきて、なんか大学受験にご目を言ってるからこそ高校何日を噛み締められなくて、それが悔しいの。みんなはあと何日ラスト何日って言ってるけど、それができなくて悔しい。あと寂しさもめっちゃわかる。友達が減ってく感じがするんだよね。なんかすごい友達と遊べないし、でも他の子たちは遊んでるじゃん。わかる、めっちゃわかる。なんか遊びたいなってめっちゃ思います。でもそれってあげるのをやめてほしいって言ってるわけじゃなくて、自分が見るのをやめればいいだけなんですけどね。私は息抜きデーとかたまに作る。それこそ今日はどうしても無理って思った時はどうしますかっていう質問があったんだけど、本当に自分が限界に近づいてるなって時ってすっごいため息が増えるんですよね。信じられないぐらいため息。もう気づいたらはぁって言ってるのね。で、もう無理、もう疲れたってなんか気づいたら言ってるの。だからなんかちょっとでも心に刺さることを言われたら涙が出てくるから、そういう時は美味しいものを食べてちょっと自分にご褒美をあげます。なんか今は外出先にもタブレット持ってったり単語帳持ってたりとかしてなんかテスト勉強の時ももちろんしてるんですけど、なんか限界迎えた時はそのタブレットを見ただけでも涙が出てくるみたいな時があったから、もうそういうものも全部置いて家に一回外に出るとかは大事ですね。どのようにして大学を決めましたか？進路選択どうしましたか？大学に行きたいって思う理由は何ですか？まず今は大学にまず行きたいっていう根本の考えがあって、大学を決めたのは大学で何学びたいんだろうって思った時に、一回自分の人生をこう振り返ってみたんですよ。で、いろんな大学をこう探し始めて、一個すごい行きたい学部を見つけて、でランクとかもやっぱ見ますよね。で、家から行きやすいとかもうほんと基礎的なところからです。まあ受かるかわかんないめっちゃ怖い。日にちが近づくにつれメンタルが悪化して勉強に手がつかなくなっちゃった時の対処法はありますか？なんかすっごいわかります。メンタルって今正直中学までメンタル悪化したことなんてほぼなかったんですよ。で、別に落ち込まないんだよ、今も。別に落ち込まないし、なんか真っ暗な気持ちになるとかはあんまりないんだけど、なんか涙が出てくるみたいなメンタル悪化の方法なのね。なんかそういう時は、なんかスタバの新作飲んでみたりとか、ケーキ食べてみたりとかしてリフレッシュはしてますね。笑うことって大事だと思う、本当に。ちょっとでもいいから TikTok 見て笑ったりとかでもいいし、芸人さんの YouTube 見て笑ったりとかでもいいし、なんか笑う、美味しいもの食べる、ちょっとでも幸せって感じることが大事だと思いますね。いつから進路を確定していましたか？大学に行きたいなっていうのはずっとあった上で、高1ぐらいからそれこそやっぱ行きたいなって思ってた大学があって、でも別になんかふわふわふわってしてて、で高2のオープンキャンパスでうわ最高って思って、そっからまた新しいのが視野に入り始めて、で高3で確定した。で確定って言っても8割ぐらい、ちょっと徐々に変わってる感じです。でも何個も受けるから怖いよ。けどまあご縁がなかったって思うだけだから、ご縁があるかないかだからね、本当に受験って。はい、というわけでこれで以上です。今回は大学についてのお悩み相談コーナーしてみました。多分大学受験してるみんなも、する前のみんなもたくさん見てくださってると思うんですけど、なんかね、質問でも大学受験で人生の半分が決まっちゃうから怖いって言ってる方もいたんですけど、でもこれで人生が決まるっていうわけではもちろんないし、ただその自分の人生をこれからどう切り開いていくかの一個のまた通過点だと思うから、この頑張ってる努力、頑張ってるっていうこれはすごく価値があるものだと思うし、これから先すっごい何かに絶対つながるものだと思うから、頑張るっていうこの経験をめちゃくちゃ大切にして、頑張れるのは今しかないから、大学受験に頑張ってるっていうこの経験がめちゃめちゃ思い出になると思うし、絶対に今頑張って疲れてるっていうこの経験がすごい、なんか私は将来考えた時に絶対なん
なんだろうな、戻りたいって思うと思うから、戻りたくないって思えるぐらい頑張んないといけないからね、頑張るんですけど、でもこれって今しかないって思うとすごい大切な時間だなって思うから、ちょっと今の頑張ってる姿を、自分の姿を客観視してみて、いいものだなって思うことも一個大事なのかもしれないですね。ただみんなは本当に頑張ってると思うから、一緒に駆け抜けましょう。では次回のひみひみチャンネルもお楽しみに。バイバイ。たくさん質問ありがとうございました。おやすみなさい。